どうも皆さん、カイトです。アスパイアイナーズテールをご存知でしょうか？こちらは2021年12月18日に Steam にてリリースされたゲームになります。早速クリアまでプレイしたんですが、最高の雰囲気ゲーを味わえるパズルアクションでしたね。雰囲気がとてもグリスに似ているんですけど、キャラクターたちとの会話の駆け引きや美しい世界での自分探しの冒険劇は普通に楽しめました。今回はアスパイアイナーズテールという作品の内容をできるだけコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まずアスパイアイナーズテールってなんやねんって方に簡単にジャンルとストーリーを説明すると、チームでリリースされた雰囲気パズルアクションでイナという少女を操作してカイト紹介でおなじみの環境ギミックやアクションギミックで突破していくという感じになります。ストーリーについては、主人公のイナはなぜか囚われており果てしない眠りについています。塔という場所の夢を見る毎日でしたが、突如覚醒して目を覚ますのがきっかけ。彼女は囚われていた理由を探るために走り出すというのがお話になります。グリスを思わせるようなアートワークで、バックグラウンドでの世界観をとても見入るものがありました。パズルギミックに関しても精霊をうまく使っての脱出はなかなかに面白かったですね。次におすすめポイントになるんですが、一つだけ美しい数々のステージが堪能できる。このゲームで一番見せたいと感じた部分は、塔の中でのいろいろなステージだと思われます。庭園やメカメカしい機械チックな場所、春夏秋冬を味わうミラー空間などはかなりよくできていますね。一言言わせてもらうとマジで綺麗につきます。このステージの数々を堪能するためにスパイスのようにパズルギミックがあると考えてもらって結構かなと。物体を精霊を使って操作してのギミック、ロープでの飛び降りなどがある王道感がほんのり楽しめます。そして少し気になったところなんですが、1、最近プレイしたパズルアクションでは群を抜いて簡単。これが雰囲気ゲームとマックスに感じた部分で、パズルギミックはすごく簡単でした。難しい箇所という箇所はなかったので、幾分詰まるところはまずないかなと。ほんまに見ればわかるのも多い印象ですね。正直後半になっての精霊の切り替えでの動作だけが一番難しいです。マジで言うこと切れなくて少し嘆きで。2、ボリュームが少なく感じる。少し詰まったとしても3時間でクリアできます。雰囲気に全振りということが大いに感じ取られるんですが、ストーリーの展開が難しすぎてクリアなのかと思ってしまった回と。イナの心の会話やモブキャラとの会話は抽象的なものが多く楽しめたんですけど、パズルアクションとしてのギミック難易度を若干上げてほしかったですね。ちなみに難易度設定はないです。ダウンロード金額設定も含めてセールした時に買うのが一番楽しめるかもしれません。最後にまとめになるんですけど、雰囲気ゲームがお好みの方は間違いなく買いです。ですが躊躇されている方はセールまで剣に出るのもありかなと。グリスのような世界観のパズルアクションが好きな方はぜひプレイしてみてください。きっとイナという少女のフォルムが気になって仕方なくなりますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームをクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。